こんばんは。迷子の高松智里役陽宮ひなです。こんばんは。迷子の長崎そゆ役小日向美香です。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。はい、またようちゃんと一緒に一緒になれたね。嬉しいね。だからそういうのもね、いっぱい話していきつつ、なんと先週あのんちゃんとラーナちゃんとタキちゃんの回が放送されたということで。そうなんですかね、そうみたいですよ。そうみたいなんですか。なんだかキャラ会がね、ちょっと復活したということでねえ、嬉しいね。またともりちゃんたちが帰ってくるんですね、ラジオにもねえ、またどんなお話するのか気になるよね。ねえ、気になるね。私たちもその場になってみないとね、わからないこともたくさんあるからね。そうだね、だからなんかそういうのも楽しみにしつつ、またやっていきましょう。やっていきましょう。それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子の迷子センター、迷子の迷子センター。まずはこのコーナーからお届けします。僕たちはライブの感想をここで叫ぶ。イエイイエイ迷子といえばライブ。ここではライブを見てくれたあなたの感想を紹介していきます。はい、それでは早速一つ目のメッセージです。お呼び出しネームコウタさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。バンドリ12スライブ現地参戦しました。前半のヘンスフォースから音一へまでの流れが最高でした。またシルエットダンス前のベースソロからの入りも最高でした。皆さんはライブのこだわりポイントなどはありましたか？これからもたくさんライブ参加させていただきます。ポピパさんとの合同ライブゼップツアー開催もおめでとうございますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいよね。もう来年もう早々にいろんなさ、ステージに立たせていただけてね。しかも念願だったツアーとか、あとね、いつかポッピンパーティーさんとご一緒できたらいいねってお話もしてたしさ。ねえ、そうだね。やっぱさ、ポピパさんがさいないとさ、バンドリってなかったわけじゃないですか。そうだから、そんなね偉大な先輩方と一番最初に合同ライブやらせていただけるっていうのも嬉しいし、そう、しかもさたくさんね決まってるから。そうしかもね、リサーリさんは初出演、そして初の武道館ということでね、たくさんね迷子のみんなの思いをね届けられたら嬉しいなって思うんですけど、ちょっと時を戻しまして、ライブの感想を話したいからね。12ライブのこだわりのポイントとかありましたかってことなんだけど。めちゃくちゃあって。そうだよね。でも、語りきれないよね。一番手をかけたのはですね、ここで触れていただいているヘンスフォースなんです。あ、そうなの？もうこの楽曲とにかく高い。高いね。高いね。そうなの。しかも前半に来るものだからさ、喉も保存しとかないといけないし。そうだね。そうだし、ここで一つ高音をポンって当てたいなとかいろいろあったから、こだわっていたんですが。なるほど。そう、無事にとりあえず終わってよかったなって一安心してるぐらい。すごいよ、あのキーをさ出せないよ。なんかあそこさ、ボイストレーナーさんとお話ししてて、ともりちゃんって結構必死に歌うっていうことは魅力の一つなんだけど、きつそうに歌うとそれって結構楽しみづらくなっちゃうことになるから、ここは必死に歌うんじゃなくて、こうなんかしっかり出せてるように歌いたかったところで。そうなんだ、すごいね。なんかじゃあ、私の方で言うと、ぜひぜひ聞かせて。なんかこのね書いてくださってるシルエットダンスの前のベースソロなんだけど、いやかっこいいよね。いやありがたい。しかも本当にありがたいことにたくさん感想でもベースソロ良かったよって、この今回ねご紹介できないお便りの中でもたくさんいただいてて、そうめちゃめちゃ嬉しいんですけれども、これでもね2週間前ぐらいに決まって、でその
フレーズとしてはシルエットダンスのサビのベースのフレーズを弾いているんだけれども、でもちょっとベースソロ用にまた改めて先生にちょっと急ピッチで譜面を仕上げてもらったものでもあったりして、だからサビのフレーズとソロのフレーズで困惑しないように結構ねそれがね大変だったかもしんない。2週間前だもんね。そうなの。もうここからもっとなんか心的にも余裕がどんどんなくなってくる時期だし、そうだね。そのタイミングで増えるんだもんね。そうでもなんかそういう見せ場っていうのなかなかさベースの音をさ単体で聞いていただくことってないからさ、そういう機会をいただけたのもすごく嬉しかったし、自分の中でもすごくいい経験をさせていただけたので、東京ガーデンシアターっていう大きいところでね、そうなのでまあこれからももうちょっとこう見せるベースをね研究して、またこう先輩方みたいに長尺のめっちゃかっこいいベースソロとか、なんならスラップのソロとかさ披露できるぐらいまでになれたら嬉しいなって思うから、ちょっといずれ楽しみにしていてほしいです。私もそれを目標に頑張るので、ぜひね今後も楽しみにしていただけたらと思います。続きましてお呼びなしネームダノンさんからいただきました。ありがとうございます。12スライブ Day2 小さな一瞬お疲れ様でした。ありがとうございます。今回現地参加だったのですが、歌言葉を生で聞くことができてとても嬉しかったです。私自身は歌言葉はとても好きでよく聞いているのですが、実際に歌っている演奏している皆さんの姿を見るとさよちゃんに向けた気持ち、歌詞がより深く伝わってきて涙が止まらず顔中くしゃくしゃになってしまいました。皆さんは今回歌言葉を演奏するに至って何か意識したことなどありますか？よかったら教えてくださいといただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。歌言葉ね、私たちにとっても特別なね、歌だから。そうだね。いやそれこそさ、最初さアニメに沿ったさ人間になりたい歌からさ、ともりちゃんのさ朗読、ちゃんとアテンポノートまでさアテンポノートね用意していただいてさ、そうなんです。そう無理を言ってしまいました。いやそんなでもすごいそれでこうアニメのなんかねちょっと若干再現っぽい感じ、こうリンクした感じがしてすごく私は良かったなと思うんだけど、いやその流れをやりますって聞いた時にさ、いやこれもう絶対泣くよと思って、もう家で練習してても込み上げてきてたのよ、ずっと涙が。そうだけどやっぱり本番を迎えるにあたって、ちょっとなんだろうアニメの世界のそよちゃんとは違う時間軸というか、なんかその迷子のみんなとこう迷子のバンドとしてずっとこうライブを作り上げてきた子たちの時間軸になるから、そこでやっぱり涙を流すのは違うしっていうのを思って、ただちょっとでもあれなんだよね、こうその出来事をなんだろう体感したかもしれないみたいな、そう時間軸もあったりするから、なんかそこをうまく表現できないかなって思って、実は試みてたのが歌言葉のサビの前まで、A メロとか B メロのあたりはライブの時にさこう、急にこうステージに引っ張り上げられてちょっと不安げな顔というかでさ、ともりちゃんのことを見ていたじゃない。ああいう感じのちょっと不安げな表情とかちょっとうつむき気味で弾いてたの。でもサビになった瞬間にパッて前向いて、ニコって笑顔でみんなとの迷子とのライブを楽しんでるそよちゃんっていうのも出したくて、その大切な歌だしっていうのもあって、そこをね実はねやってたの。なんかこう、演奏歌はもちろんだけど、その場にいるその子たちともりちゃんたちがどういうものを感じていて、どういう風にその場にいるのかって、表情とか手とか動きとか、なんかそういうところに現れてたらいいなって、そう私も思ってるから、なんかねぜひなんて言うんだろうな、全身全部見てなんかそのキャラクターを感じていただけたらね、嬉しいよね。と思う。やっちゃんはなんかあったりする？歌言葉のそうだね、意識したこと？でもこの曲が一番爆発する楽曲だと思ってて。そうだよね。そうもちろんそのなんだろうな、思い出として振り返りながら歌ったっていうよりかは、この
なんだろう、みんなと一緒だからあそこ一緒に泣きたいよ、一緒に笑っていたいよみたいなところの気持ちが一番強く思いながら歌ってたかなっていう。そうだったんだ、うん、でもさ、そこのところさ、さやちゃんのところ見てくれてるかな。そうだからもう本当に嬉しくて、いや泣きそうにはなったんだけどでもやっぱり自分もさやちゃんもさ、みんなとさその一緒に時間を共有していきたいときっと今というかそのライブの中では思ってると思うし、そうだからあそこは言葉を受けて素直に嬉しいって気持ちを表現できるように、ニコって笑い返しながら演奏したりしてたから、みんなでさ内側向くのも良かったよね。本当いやー、この曲できてよかった。本当に迷子ってすごくこういろんなことがありすぎて、でもその皆さんが思うさ迷子に惹かれるきっかけみたいなものがあるじゃない、きっと。多分ちょっと少し MC でも触れたかとは思うんですけど、その皆さんがこう迷子に入るきっかけになってくださったものは絶対消えないし、それはそのなんだろう、ともりちゃんたちからしても絶対消えてない、絶対その場にある一つ一つの一瞬だったから、絶対それは皆さんも大切にしてくださってるかとは思うんですけど、私たちも演じてきてるわけだからどれも大切なものだし、ね、だから歌言葉にあるものもね全部大切だったと思うから、なんか改めてこうしてねお話ししててそう思いました。皆さんたくさんメッセージいつもありがとうございます。このコーナーでは迷子のライブの感想を募集します。ライブで感じたことやメンバーに伝えたいこと、聞いてみたいこと、何でもお送りください。はい、概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。お待ちしてます。ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はようちゃんお願いします。はい、それでは聴いてください。迷子で歌言葉です。どうぞ。僕にはわからないんだ。いつも見つけられない。正解も普通も世界はずっと遠く、僕には届かない場所にあるんだ。日だまりを抱きしめていた春も夏が照らしすぎて消えてしまいそうで、アスファルトで干からびてしまうなら僕はずっと石の下に隠れていたかった。届けたい言葉。
は迷子で歌言葉でした。いやー、やっぱりめっちゃいい曲。いい楽曲、もう本当になんかライブとかでさ、うんやっぱ最初にね、さっきお話ししたみたいにこういうところを表現したいなって思ったんだけどさ、っていうのももちろんやりつつではあったんだけど、ライブの中でこう生まれた感情が一番大きかったかも。なんだろうな、なんかその場の迷子のみんなの音楽を、この空間を楽しみたいって一番思ったのは歌言葉だったかもしれない。なんかそういうこう自然と湧き出てくる感情が一番多かった曲だなって思った、ライブの中で。なんか伝えたいものが本当にここに詰まっている感じがして素敵だなって改めて思いましたね。曲聴くだけで泣けるもんな。迷子センターではあなたの好きな迷子の音楽とその理由やエピソードなどもお待ちしています。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、続いてはこちらのコーナーです。記憶のアルバム。あっという間に13話までオンエアになったテレビアニメバンドリイッツ迷子。その中であなたの心に残ったセリフを大募集。目を閉じると誰のどんなセリフが浮かんできますか？みんなの記憶のアルバムを1ページずつ迷子と一緒に開いていきましょう、ということで早速、1ページ目を開いていきます。お呼び出しネームルラルラッチさんからいただきました。ありがとうございます。2話の羽岡 1A にてともりちゃんがあのんちゃんにあげるとペンギンの絆創膏をあげようとするシーン、可愛すぎました。落ち込んじゃったり嬉しそうにしたり、意外とともりちゃんは感情が顔に出やすいんだなと発見したシーンでもあります。キャストの皆さんはキャラクターの新たな一面を発見できたシーンはありますか？といただきました。ありがとうござありいます。がとうございます。いやー、かわいいよね。可愛いよね。そう、なんかさ、見てて思ったんだけどさ、なんかそう落ち込んでたりとかしててもさ、あのんちゃんがさ、なんかペンギンってさ言った瞬間にさ、あ、ペンギンってさ、もうパーみたいなさ、効果音が合いそうな感じでさ、明るくさお話ししたりとかさ、好きなものに対してさ、熱くなるところとかさ、そういうところすごい可愛いなって、ギャップというか、ギャップも違うかもしれないけどだなと思いながら見ていたよ。よっちゃん的にはこうやっぱ共感できたりするところではある？共感、そうだね。私も好きなことになると早口になったりするから。でも確かに、そうだそうだ、なんかいろいろね、そう楽屋とかで話しててもね、そうこれがって、そうなの、なんかテンション上がってる可愛いって確かに思ってそうだな。新しい一面で言うと、ともりちゃんってそのコミュニケーション能力、コミュニケーションを取ることが少し苦手だったりするんだけど、その捉え方が少し違ったかも。っていうのもすごく言葉で言うと難しいんですが、なんか相手が何を考えているのかわからないから気を使うっていうことができない、それができるとコミュニケーション能力が高いとも言えるんですが、なんて言うんでしょうか、なんか気を使って空回りするっていうタイプではなく、本当に素直になんでそう考えてるのかがわからないとか、逆に周りがわからない時ほど分かってたりするとか、なんか物事の捉え方をそのままスッと落とし込む時もあったりとか、結構ディレクションをいただく時に知ったりするケースが多くって、なんかやっぱり共感する部分もあれば私と違うところもあって、なんか知れば知るほどともりちゃんっていう存在を改めて別人としてなんか最初は私がともりちゃんにならないとっていう気持ちでいたんだけど、そのリアルライブとかも含めて、でもこう知っていけば知っていくほどやっぱりこう演じるっていう意識が強くなってきたかもしれない。なるほど、素敵。ありがとう。考え方が、いや逆に、なんかそよちゃんの
アニメでどういう風にしてって新たな一面とかあったりする？いや、もう新たな一面しかない。そうだよねそうだよね、もう全然正直やっぱ最初にさ、迷子のキャスト決まりましたってなって、みんなで一旦最初に会ってさ、キャラ感をさ、まさにもうこのスタジオで撮ったじゃない、最初に。懐かしい。そう、その時からはもう考えられないくらい、さよちゃんの新しい一面がたくさん見れたんだけど、それこそ今演じさせてもらってるさ、なんかこうちょっとなんだろうな、ツンツンというか、ツンツンで表すのも良くないとは思うんだけど、一言だと難しいよね。そう、なんかちょっとなんか照れくさくなってしまったり、照れ隠しだったりとかのさ、それでちょっと冷ためな態度をとってしまう、でもそれってさ、割と思春期の女の子とかにはさ、ありがちだったりするじゃん、でもそういうのを起こさないぐらいこう穏やかな女の子なのかなって思ってたら、もうずっと各所でも話してるんだけど、本当に等身大の女の子だったから、そう、なんかいろいろあったけど、なんかそれ全部含めて私はなんだろうな、愛おしいなって思ってしまった。なんかさ、ガルパーさんの方でさ実装してからさ、いろんなそよちゃんのセリフとか見る機会あるんだけど、どうしても溢れ出る、こうなんて言うんだろうな、なんか仕方ないなって自分がしてあげようみたいなところ、ほんとなんて可愛い子なんだってめちゃくちゃ思ってて、いやちょっとさ素直になれないんだけどさ、のところはあるのにさ、ちゃんとでもやっぱり根は優しいのよ。それがさ見えてくるとさ、ね、可愛いね。そう、なんかほっとけない精神が来るんだろうねきっとね。そうだね。それをさ出すのがこう迷子のみんなの前だけっていうのもさ、可愛くないって思っちゃって、そうだからこう迷子のみんなとさ一緒にいるのがさ、だんだんこうずっとね、こうみんなと一緒に居心地のいい場所になっていったら嬉しいなって思いながら、今のそよちゃんのその成長を見守っているところではあるかな。いや、絆創膏の件もそうだしさ、いろんな一面が見れると嬉しいよね。いやそれこそさ、そのさ、絆創膏のこのお話があったじゃないですか、なんかめっちゃ絆創膏に対してすごい考察してくださってる方がいて、なんかめっちゃねすごすぎて、ちょっとご紹介したいなって思ったんだけど、聞かせて。ぜひぜひ読みますね。お願いします。お呼び出しネームのろしのロッシーニさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいごー。こんまいごー。音符がついてんの。音符がつかわいい。リズムかな。僕の心に残ったセリフはともりちゃんの心にも絆創膏を貼れたらいいのにと、それに対するあのんちゃんの私は貼ってもらったよです。アニメではたびたび絆創膏が登場していたのですが、このセリフを聞いた時に初めて絆創膏という字は絆を作ると書くことに気づき、今まで登場していた絆創膏にもそういった意味が込められていたのかなと思い、とても感動しました。これからは僕も日頃から絆創膏を持ち歩き、好きあらば絆を作っていこうと思います。長文失礼しましたとのことです。すごいね、すごいよね。いやありがとうございます。このお便りをさ読んだ時にさ、はあ、そういう意味もあったのかって思っちゃって、そうここまでこう考察してくださってるのすごいなって思うし、すごいね。さバンドリッツ迷子ってさ、各所にいろいろさこう、考えられる点がたくさんあるじゃんか。それこそタキちゃんがね、ともりちゃんの駅をこう、送ってから戻るっていうのも駅のさ、名前を見て分かったりだとかさ、ほんといろんなシーンで深い意味が込められてたりする中で、確かにこの絆創膏そうだったのかって今思って、すごいじわーっときてる。すごいよね。なんかこうファンの皆さんのさ、その迷子のアニメの愛してくださってる熱量の高さっていうのを本当に放送が終わってからもずっと実感する日々でさ、それこそお便りでさ、もう5週目に入ってますって方もさいらっしゃってさ、5週目ね、ありがたいね。そう、なんかその何回もさ見てくださってさ、いろんなことに気づいてくださってさ、こうしてラジオも聞いてお便り送ってくださるっていうのが本当にありがたいよね。ありがたい。
し、改めて私たちももっともっと深く考えていきたいなとか、こういう発見とかもあったりする分さ、ね、なんか今後に生かしていこうって思えたりするから。そうだね、もっとこう声優として、そよちゃんとかみんなの思いをもっとねこう届けられるような人になりたいなって思うから、頑張っていかなきゃって思います。みんなで頑張っていこうね。頑張ろう。このコーナーではテレビアニメバンドリ It's My Go からあなたの心に残ったセリフとその理由を募集しています。このアルバムの1ページはあなたの一通です。あなたのメッセージお待ちしています。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。はい、早かったね。早かったね。なんかもういろんなことをお話ししたすぎてさ、もうほんと気を抜くと、もう次行くの忘れちゃってたりとか。そう、多分カットされてるからそうだよね、きっとね。触れなくていいとは思うんだけど、最初のコーナーのライブのコーナーの時にかおちゃんがお便りを読むの忘れて締めに入ってました。はいはいはい、言い訳をさせてください。どうぞ、はい、どうぞ。もうね、2通分たくさんお話ししたような感覚になっちゃってて、私がそうだからね、もうね、もう締めかと思って締めを読んじゃいました。いや、なんかようちゃんっぽくてよかったよ。ありがとう。そう、こういうのはねきっとカットされちゃうから言っていくスタイルでつってありがとうございます。そうですよね、そうですよね。今ね、スタッフさんからカットしますねって来たんですけどここでお話できてネタも増えてありがたいです。ありがとうございます。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。はい、迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子ファーストアルバム明晰派が好評発売中です。テレビアニメバンドリ It's My Go 挿入歌を含む全13曲が収録されています。また4月29日に開催されるポッピンパーティーさんとの合同ライブのチケットはアルバムに封入されている最速先行抽選申し込み券より応募ができます。ご応募忘れなく。さて、迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手は高松智美役の陽宮ひなと長崎そよ役小日向美香でした。それではまた来週。以上、迷子でした。バイバーイ。